それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちきりシリーズです。異性が惹かれるあなたの性的魅力について見ていきます。ではよろしくお願いします。こちらは妄想シリーズということで、あくまでもエンタメとしてお楽しみいただけたらなと思います。まずこちらから外見的な性的魅力、あなたから溢れる魅力をもらっていきましょう。恋愛対象の方々が感じる魅力として捉えてください。こちらから3枚、そして内面的ににじみ出てくる魅力っていうのも3枚ずつもらっていきます。全部で6枚もらっていきましょう。ではまず外見から3枚もらっていきます。で、内面です。はい、それでは外見、めくっていきましょう。ワンドの2番、カップの3番、カップのキングっていう風に出てきていますね。そうですね。まず明るくて楽しくて一緒にいるとドキドキするっていうのが入ってきます。すごく優しいですよね。穏やかに流れる海のようなそんな懐の広さだったり包容力っていうのもありますし、一方でね、明るいところも持っているチャーミングな人だなっていうのが入ってきますね。優しくてチャーミング、そしてあれかな、年下の方からモテるのかなっていうようなイメージも入ってきます。はい、あなたが年下の方から今好意を持たれていたりとか、モテるのが年下さんの方が割合高いのかなっていうのも入ってきていますね。なんかこうみんなを引っ張っていってくれる人っていうようなイメージも入ってくるんですが、でもね、一番入ってくるのが色気ですよね。チャーミングな中にも色気があるよっていうのが入ってきます。で、どんな色気なのっていうと、少し濡れたようなっていうのが入ってくるんですよね。これはまず外見的なところで出してきているので、あなたがおしゃべりしているところを見ていたりとか、コミュニケーションやり取りしている中にも隙間から見える色気っていうのが入ってきます。抜け感っていうんでしょうかね。あなたはお友達としてとかね、仲間として接しているんですが、この恋愛対象の方々からはあなたが楽しくしているところとか笑顔だったりとか、そういうところでときめきを感じたり、また性的魅力っていうところを感じているみたいです。私が今感じるに手の形っていうのがすごく入ってくるので、あなたの手の仕草ですよね。頬杖をついていたり、または指先を使って何かしていたりとか、そのような仕草を見るとこうドキッとするっていうのが入ってきますね。髪の毛かき分けたりとかね、それも入ってきますね。外見的なところとして胸元を隠している方多いのかなと思います。胸元開くだけがね、色気のすべてではないっていうのはあるんですけど、その見えないところを見たいっていうようなのが入ってきます。外見的に胸元ね、女性でも男性でも開けていないんだけど、そこ気になるみたいなのがね入ってきます。なんでしょう、お洋服のその中っていうね、鎖骨のあたりを見たいなとかね、そういうのが入ってきます。だけどあなたは普段からあまりこう首元を開けていないんじゃないかなっていう感じでも入ってきますよ。はい、いいですね。すごく明るいカードと優しいカード入ってきていますね。魅力アップにつながることを日々されているんじゃないかなっていうのも感じます。あなたが自分磨きを怠らない人っていうことですね。はい、では次、内面、中身からにじみ出てくる色気っていうところを見ていきましょう。外見はね、すごくねセクシーな方というか、濡れている方っていうのが入ってくるんですよね。それはそうだな、気持ち的にも溢れている方、優しさに満ち溢れている方っていうところもあるかもしれない。だから甘えたいんですよね、きっとね。そうかな。だから年下さんっていうイメージを持ったのかな。年齢関係なくね、あなたに甘えたいっていうぐらい包容力があるとか、イチャイチャするときは
この恋愛対象の方々があなたに甘えていくようなアプローチをしたいなっていうふうに思わせるような、そんな余裕ですよね。隙というか余裕があるように見えるっていうことです。内面も見ていきましょう。ペンタクル9、ジャッジメント、ソードの9が入ってきます。まず一つ言えるのは、あなたが自分の変化を恐れない人っていうのがあるのと、やはり自分磨きを怠っていないっていうのが入ってきます。そこにすごく惹かれるっていうのがあるので、いつも自分磨きをしている、美しくありたいって思う、かっこいいって思う、で自分自身自信をつけたいからやってるんだっていうような、あと性的魅力っていうのも入ってきていますね。あなたがボディメイクとかもされてると思いますし、その努力家っていうところも惹かれるなっていうのがありますね。その性的なことに対してもあなたが怠っていないなっていうのが入ってくるんじゃないかな。可愛い、可愛らしいっていうのが入ってきます。一番の核としては可愛らしい人、チャーミングな人っていうのが入ってくるから、見てるだけで満足というか、イメージしちゃう、頭の中だけでも満足っていうのが入ってくるかなと思いますね。あなたのことを考えて夜妄想したりとかしていてっていうね、実際そういう風にされてる方いらっしゃるんじゃないかなとも思います。ジャッジメントのカードも入っていますね。割とはっきりとしてるんじゃないかなと思うんです。あなた自身が好みのタイプがちゃんと分かれているとか、誰でもいいよとかじゃなくて、夜の関係を結ぶにあたって、ちぎるんだったら、ね、ちゃんとね自分の中で線引きしているとか、ね、誰でも彼でもいいよっていうわけではなくて、こういう人がいいなっていうのをはっきりしていたりとか、まずあなた自身が愛してくれる人がいいっていうのがあるんですよね。来てくれる方が嬉しいっていうのが多分スタンスとしてあると思うので、だから向こうの方から積極的にあなたにアプローチしたいって思わせるような技術を持ってるんじゃないかなとも思います。はい、あと体力のある方っていうのも入ってくるんですよね。心がナイーブなんだけれども、ちぎりの関係性を結ぶと結構タフだなっていう風に思われてる可能性があるんじゃないかと思います。心はねすごく繊細さんっていう風に捉えられてるかも。だから外見はすごくチャーミングで明るくてとかね、優しくてって年下から慕われていてっていうようなところもあるし、自分磨きも怠っていないんだけれども、でも実際この人って内面ちゃんと見せてくれない、先ほども首元を見せないんじゃないかっていう風に、それは心もそうかもしれないですよね。本当のところって潜っていって、ちぎり夜の関係をね結んでいって、そして本当の最後まで一緒にゴールインしていかないと見えない奥深いものがあるんじゃないかっていう風に思われていますね。繊細な方、そしてその他にももらっていきましょう。オラクルで少しもらっていきます。恋愛対象の方が感じるあなたの性的魅力、総合的にどういうことを今伝えたいのかな、どういうところを魅力として感じてるのかなっていうところですね。あれかな、自分のコンプレックスを解消したいとか、隠したい、カバーしたいとか、コンプレックスを乗り越えたいとか、そういう思い、つまり大きな自分の中ではここコンプレックスだなって思っている性的な要素っていうのをお持ちなのかなと思います。でもそれは恋愛対象の方々から見たら、いや全然そんな考えすぎだよっていう風に入ってくるんですね。あなたはそこのコンプレックスを何とかしたい、解消したい、外見的なこと、例えばね体のラインだったりとか体型のことだったりとか、またはちぎりの内容かもしれないけど、でも今外見とかで出してるのでね、自分の体のパーツとかね、そういうところでコンプレックス感じていてカバーしたいって思ってて、でもねそれはそこまで考えすぎる必要ないよっていう風に伝わってきました。はい、こちらですね。自分を愛する、あなた自身を愛してあげてってね、Love Yourself っていうカードが入ってきていますから、そうですね、やっぱりどこかで自分の中で納得できていないところがあなた自身あるんじゃないかなって思ったんです。ここはこういう風になっておくべきとかね、自分自身でだよ、自分自身の
体型とかに対してここ納得いかないとか、裸を見せ合うんだったらここ直しておきたいなとかね、それはあなたの内面のことかもしれないんですけど、あまりそんなにカバーしなくてもいいし、自分を必要以上に責めすぎる必要ない。コンプレックスについても深く考えすぎる必要なくて、あなたが周りの人に対していつも優しくしてるよねって、それと同じぐらい自分のことも大切にしてほしいっていう風に入ってきますね。自分自身を大切にしてっていうのも入ってくるし、あとね、あなたとちぎりを交わすときに、もうすでに恋愛対象の方の中であなたのことをイメージされていて、夜自分でこうされている方もいるよっていう風に出てきていますね。実際に今いるんじゃないかなって、あなたのことを、性的対象として見ていて、そうですね、恋愛感情も入ってると思うし、好きだから今ちょっと自分の一人時間の中でいたしてますよっていう方もいると思います。はい、このように入ってきました。ではなんかね、よく見てますよね。あなたのことをよく見てるなっていう風に出てきているので、かなり身近な方とか、お付き合いのある方の中に性的対象としてあなたに魅力を感じてるっていう風に思ってる方がいるんじゃないかなと思いました。ではこの後ね、見ていきましょう。どんなことをあなたとしていきたいとか、どういうことしてほしいかなっていう、この方々の望みね、恋愛対象の方々が見る、あなたとしたい性的なことっていう風なことで、こちらのタロットカードからもらっていきましょう。何人ぐらいいるのかなっていう人数も気になりますよね。何人いるのかなっていう風に人数も出したいですよね。だいたいどれぐらいいますかっていうことで人数も出しましょう。タロット、こちらのタロットから人数も出していって、じゃあこの方々がどういうことをしたい、あなたとねどういうことをしたいのかっていうところも出していきます。まず人数ですね。人数、プリンスの、そうディスクのプリンスなので、そうですね、だいたいでも結構多いんじゃないかなと思いました。この、あなたのことを今いいなって思っていらっしゃったりとか、その恋愛感情も込みかもしれないし、もう性的対象としても魅力すごく感じるって、憧れ的な存在でね、あなたと一夜を共にしたいなっていうふうにふわって考えている方から、かなり濃厚にディープに考えている方もいるっていうふうに幅広くいると思います。やっぱり一人でこう夜妄想されてるなっていうのは感じますね。特にあなたに恋愛感情を持って今この妄想されてる方っていう特徴として、かなりマイペースな方なんじゃないかなと思います。そして体力があるから長続きする、相性がいいんじゃないかなと思います。あなたと一番強く思っている方はそういう特徴を持ってますけど、でも一人じゃないっていうのが入ってきます。何人かいるみたいですね。はい、ではあなたとどういうことをしたいのかっていうところをもらっていきます。そうですね、このね恋愛対象の方の特徴をもらっていこうかなと思うんですよね。深く今あなたのことを強く思っている方、この方の特徴をまずオラクル1枚もらっていきましょう。どういう人なのかなっていうことで、つつましい愛、つつましい愛情を持っている方、控えめな方ですよね。あまりこう派手じゃないし、ガツガツしていないし、だからあなたからしてみたらちょっとこう分かりづらい人っていう風に思うかもしれない。気があるのかなって、私に気があるのかな、この人どうしたいのかな、どういうこと考えてるのかなって一瞬思うかもしれないし、消極的だなとかね、この人の方からこう性的なアピールっていうのがあまり出てこないので、優しい人だなとかね一瞬感じたりとか、あまり性的な魅力っていうことを自己アピールしてこないので、あなたもなんとなく頭に浮かびづらいかもしれないけど、
そうですね、慎重派でもあり保守的でもあり、でもなんて言うんでしょうね、ねっとりとしたような感じが入ってくるので、だからなんか遠くからじっと見つめていたりとか、少し距離がある、つまり SNS とかでやり取りはしてるんだけど実際対面とかはあまりしないんだけど、 SNS になると急に饒舌になったりとか、だから電話すると無口なんだけど、メールとか LINE だと文にするとね、言葉だとわーってね結構言ってきたりとか、あとあまり口数多くないんだけど遠くで見てるよ的な発言をしていたりとかね、あなたの SNS とか見ていていいねくれたりとか、そうですね、なんか実際対面しちゃうと顔隠しちゃって何も話せないっていうような感じの人かもしれません。おとなしい方なんじゃないかなって、あなたの中では映ってるかもしれない、控えめな方だなって。だけどそこにはそうですね、決してあなたとちぎりたいだけなんだよとかじゃなくて、もう正式なちぎりっていうのを、ね、頭に入れてるから、慎重になってるっていうところもあるかもしれないですね。はい。ただ愛情は持ってるよっていうのが伝わってくるから、やっぱりこの恋愛対象としてもあなたのことを見ているし、だからこそ性的魅力っていうのも感じている方いると思います。でもこの人だけじゃないと思うんですよね。有力候補はこういうタイプっていうのが入ってくるんだけど、でも他にもねやっぱりいると思う。この人があなたのことをすごく見てるから、外見だけじゃなくて中身もねよくよく見ている方なんだと思います。ではこっち見ていきましょう。この人も含めてね、その他にもいるんですよ。他にもライトな層っていうのもいるので、その方々も総合的にね、あなたとどういうことを、どんなちぎり方をしたいのかっていうところでもらっていってるこの4枚のカードです。ここで見ていきましょう。でもなんかやっぱりこの人の思いっていうのが強いかな。強いですね。私が思うにかなりちょっと多い恋愛対象としてあなたのことを今思っている人っていうのはまず大きく一人いらっしゃいます。すごく心の中で愛情を秘めている方っていうのかな、あまり表に出さない方ですね。体格もいいんじゃないかなと思います。がっしりしてる方っていうのが入ってきますね。だから女性でもちょっと丸みのあるねボディラインをしていたりとか、モデル体型っていうよりは鍛えてますよとかね、キュッて引き締まってますよとか、あと皮膚が柔らかいとかね、もちもちとかそういう感じの方だと思いますし、あとお食事とかも好きだと思うし、割とゆっくりめなんですよね。でも多分メールの返信とかだと多分早い返信というか、自分から連絡してこないんだけどあなたが連絡するとわってね連絡くれたりとか、割とラリーするのが好きだったりとかっていう方かも。でもねそこまでガツガツしていないので、自分の中でちょっとねこらえてるっていうのは入ってきますよ。もっと連絡取りたいとか、もっとやり取りしたいんだけど抑えておこうかなって、あまりも表に出さないでおこうかなとかね、そういうことは感じている人が1人か2人います。そしてライトな層ね、ライトな層であなたのことを性的魅力感じてらっしゃる方々っていうのは割と多くいるんじゃないかなと思います。そしてこの4枚出したカードでもやっぱりこの恋愛感情を持ってあなたのことを考えてるって人の方が気持ちがギュッと詰まってるかなっていうふうにも思います。今かなり我慢してるんだよっていうのが入ってくるんですよね。一人でやってますっていう感じで、あなたにまだ伝えていないんじゃないかな。性的なことだったりとか恋愛感情そのものを伝えていないっていうところです。それほどすごく大切にしているし慎重になっている。今の関係性を崩したくないっていうのもあるし、この方がね奥手だからっていうのもあると思うんですね。だから奥手だからできればあなたの方から来てほしいって思ってるんだけど、この人もね、でもあなたも受け身じゃないですか。受け身というかどちらかというとねアプローチしてくれた人がいいなとか、アプローチしてくれる人にドキッとしちゃうとかっていうところもあると思うので、お互いが今保守的な感じっていうところも出てきています。どちらからちぎり申し出ますかみたいな風になると、
どっちどっちみたいなね、顔色伺っちゃうような、タイミング伺いますよっていうところが入ってくるかなと思うんですね。そうだな。だからこのそうですよね。その性的魅力を感じてる方々ってどういうことしたいのって、まずなんかこう今の関係性変えていかなきゃなとか、流れを持っていかなきゃな、変えていかなきゃなっていうふうに考えているんですよね。あといろいろと頭の中で考えてるっていうのは実際にあります。ああしようかな、こうしようかな、いやこう切り出していったらいいのかなとかね、あなたの方から来てくれたらいいんだけど、多分あなたは動かないだろうから、なんとかして自分から関係性を変えていかなきゃなとか、自分から切り込んでいかなきゃなっていう風に、さあこの子をどうやって耕して実りのある大地にしていこうかっていう風に考えていたり、っていうことで少し考えていますね。さあどうしようみたいな。まずその始まるところからっていうところで考えてる。ちぎりの関係になったらどういうことしたいっていう風に聞いてるんですけど、いや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 、まずそういう関係性を実際に持てるのみたいなね、いいのみたいな、信じられないって、実際持てるとしてもまだ想像つかないよって。だってその実際に流れを変えていくには、お互い今こう保守的というかね、動かないとか受け身っていうところがあるから、なんかこう自分も抑えてるし、かなり抑えてるんだよって、じゃあどうやって実現化していこうかなっていうのを実際に考えないと、実際どうしたいっていうところまで、本当の望みっていうのはあるんですよ、あるんだけど、実現化っていうことをこの人強く考えてるんじゃないかなっていうのが伝わってくるんですよね。我慢するべきか変えるべきかっていうところで、どうしようっていうふうに考えてる。だけど結果どういう風にしたいのって、どうなりたいのって言ったら、やっぱりここなんですよね。気持ち通じ合いたい、両思いになってちぎりの関係まで行って2人で一体化する喜びっていうのを味わいたい、あなたとねっていう風に入ってくるんです。2人で満足したいし、そして結果的にこの自分の抑え込んでいる欲望ねっていうところを、これを満たしたいっていうのもあるんです。満たしてあげたいっていうのもあるし、自分が満たされたいっていうのもあるから、もう愛で包まれたい、あなたの愛に包まれたいし、自分も愛したいしっていう風にね、ここがすごく良いですよね。でもそれは自分の理想の形であって、本当に実現化できるんだろうかっていう風に、恋愛感情を持っている方は考えてると思いますね。こうやって入ってきてるので、ここで出していきましょう。恋愛感情を持っていて、多分1人か2人ぐらいの方があなたに対して今どういう風なアプローチしようかなって思ってるのかっていうのを1枚と、あとライトな層ね、ライトな層の人たちはどういうことするのかなっていうことで、それぞれ出していきます。でこっちが深い人たち、お庭のカード、こっちがライトな層。なんとなくあなたに性的魅力を感じていてっていうね、まだ恋愛感情を芽生えていないようなライトなそうな方々っていうのは、まず29番、これはあなたを表すカードですね。あなた自身、心が知りたいっていう風に思ってるから仲良くなりたいとかね、あなたが鍵を握っているような感じだから、あなたの方からこう話しかけたりとかしてありね、心を開いてくれるんだったら、わって飛び込んでくるかもしれない。仲良くなりたいなっていうのが純粋に入ってくるかな。でこっちの人は自分が動けないんだけど、でもこう意を決してお誘いしようかなっていうふうに思うか、またはコミュニティの場みたいなのがあるのかなと思います。お庭のカードで人が集まる場所っていう風に捉えてください。自分から積極的になかなか行けないんだけど、でもそのコミュニティの中にちゃっかりいたりとか、職場の中とかでもね、遠くからあなたを見ていて、職場で飲みに行こうかっていう風になった時もちゃっかりついてくるみたいな、いるみたいなね、ちょっと遠くからいるとか、全然近くにいるかもしれないけど、団体っていうこの集まりっていうのをこの方は、利用するって言ったら言葉が違うかもしれないけど、団体を使ってあなたと接近していこうとかね、あとまだ2人きりになるのは恥ずかしいから、まずはグループ交際からとかね、
オンラインでみんなでこう通話しないとかかもしれないし、そこから徐々に攻めていくかもしれません。ゆくゆくは2人きりになることっていうのを考えてるんだけど、でもすぐにはパッとね2人きりで出かけるとかデートするとか、ちょっと夜ちぎりませんかとか、そういうお誘いが少し消極的な感じがするので、外堀から埋めていくような感じで、動いてくると思いますね。では最後に、あなたにより良い流れをつかむためのアドバイスもらっていきましょう。オラクルからももらっていきますね。じゃあどういうことをすればいいのか。いやでもね、好きな人だったらすごく嬉しいですよね。好きな人が自分のことを好きって思ってるかもしれないってね。だから今その特徴に当てはまるっていう方は濃厚ですよね。無口な方でつつましいっていうのがあるので、あんまりはっきり物言わないかもしれない。それは優しさから来るのか、少し消極的なのかっていう感じでね、性的なことに対してはつつましいのかもしれないしね、だから下ネタとかあまり言わないとか、言ったとしてもちょっと爽やかな感じだったりとかねするのかもしれないですよね。あなたへの好転アドバイス、オラクル、そしてタロットからももらっていきます。そしてルノルマンからもねもらっていきましょう。実際じゃあ私がどういうことをすればより良い流れになっていけるのか、持っていけるのか、より自分の性的な魅力を開花していくためのアドバイス。あとタロットで、1枚ずつもらっていきます。何かね、あなたの中でも性的なことに対しては保守的というか、あまりオープンにするのは恥ずかしいかなっていうふうに思っていたり、やっぱりコンプレックスを隠したい、カバーしたいとかっていうのもあるかもしれないですね。外見、体のパーツとかだと思います。自分の性格がとかっていうよりは、外見的なこととか、あと心の問題っていうのもあるかもしれないですよね。でもそこに対してはあまりそんなにね気にしなくてもいいよっていう風にこの周りの方々が言ってくださってるので、気にしすぎなのかもしれないですね、あなたが。ではここからねアドバイス4枚カードもらっていきます。ではまずめくっていきましょう。太陽のカードが入ってきた。よく周り見てって。であとね、明るくねって、太陽だからね、あまりネガティブに捉えちゃいけないよって、自分の体もそうだし、あとやっぱり心をオープンにすることっていうのが入ってくる。あなたの心を知りたいよって思っている人が何人かいて、その中にはこの恋愛対象としてもうすでにあなたのことを好きだって思っている人もいるから、オープンでいようねっていう感じ。そうだな、あなたが無理してねその気持ちを話すとかじゃないんだけど、なんか隙を作るのがいいのかもしれないですね。今でも十分魅力にあふれているんだけど、明るいしね、チャーミングだし、だけど周りをよく見ることとか、あと隙を作る。だからさっき言ったみたいに心をオープンにするだけじゃなくて、ちょっと首元開けてみるとかねっていうのも外見的にいいのかなっていうのもあります。十分明るくてチャーミングだから、もうこれ以上明るくなれっていうわけじゃなくて、欠点に目をつぶる必要はなくて、その欠点をそのまま受け入れてもいいんじゃないっていう風に入ってくるかな。すごく明るいのに、あなた心の一部分に闇が入ってるんですよ。自分のことをコンプレックスに感じてるところがあるって。でもそれはそのまま受け入れてもいいんじゃない。だって周りも自分を愛してっていう風に言ってるんだしっていうのが出てくるかな。あと眠れていないとか、今ちょっと疲れてるとか、あと画面見すぎ、そうね、スマホとかテレビとかよく見すぎてるんじゃないのっていう感じでも入ってくるので、このあたり少し距離を置いてもいいかも。自然に触れるとか、日中日光浴するとか、
外散歩するとか、散歩するにしてもスマホを使って散歩するとかじゃなくて、何もそのスマホの電源をオフにするとか何もつけないような状態で自然の香り、音とか、そうね、その光とかを感じながら散歩していって、綺麗な景色とかお花咲いてるの見つけたら立ち止まってそれをゆっくり眺めて、あまりねその写真撮ったりとか携帯使うとかね、そういうことはあまりしない方がいいんじゃないかなって。あなたの目でしっかり見て心で感じることが今魅力開花につながっていくんじゃないか。デジタルデトックスですね。ジャスティスのカードも入ってきました。ここバランスをとっていって決めていくっていうカードなんですね。そして今あなたの中でバランスが取れていないことありますかっていう風に多分あるから出てきてると思うんですね。今そのバランスを取る時ですよっていうのがあります。そうですね。恋愛がうまくいかなくて悩んでるとか、でも性的なことで悩んでるっていう方もいると思うし、あと好きな人と夜ね関係を持っていくためにはとか、より良い、ね、相性にしていくためにはっていうことで考えてる方もいるだろうし、そうここをバランスをとってちょうどよくしていくためにあなたが何かを今決める時なんだよっていうのも入ってくるかも。割とここはスパッと入ってくるから、迷いとか、あと自分自身に対することね、こうじゃなきゃいけないんだっていうふうに思っていることは、自分のコンプレックスに対してはね、そこはオープンであるべきだから、あまりいろいろ考えなくてもいいから、スパッとね大丈夫っていうふうにね思い切ってやってしまいなさいよっていうふうに出てきてる気がするので、はい。なのでコンプレックスに対してはね、もうスパッと言ってもいいと思うし、あとあれかな、イメチェンしたりとかもいいと思います。外見的なことから取り入れてもいいと思うんですよ。内面ってどうやって色気出せばいいのとかね、そういう話になってきちゃうので、外見少し変えてみる、イメチェンですよね。その色気の方に行かなくていいから、色気って自然に出てくるものなので、人間性とかね生活習慣の中から出てくるものだから、色気っていうのを求めなくていいから、ちょっとイメージチェンジしてみるとか、何かねそのチャーミングな人っていう風に捉えられているし、あとそうですね、優しい人、誰にでも優しい人っていう風に見られがちなのかもしれないから、もしそうだなっていう風に、自分そうだな、誰にでも優しくしてるって言われたことあるなって思う方は、好きな人にだけ特別視してあげるとかねっていうのもいいかもしれません。はい。でこのアドバイスと、そして月のカード、いいですね。気分リフレッシュしたりとか、やっぱり転換していくと、カラッと変えていったりとか、前向きな方に変わっていくと、良い出会いがあるとか、あなたの理想が近づくよっていう風にメッセージが入ってくるし、まずルノヌマンカードの月っていうのはロマンチックな展開とかも表しているので、好きですよね。あなたね、ロマンチックなこととか好きですよね。そうだな、性的魅力を感じている方々もここね、心のつながりとかっていうところも求めているので、かなりこのロマンチックな一夜を過ごせるんじゃないかなっていうのもアドバイスで入ってきています。だから自分の理想に近づけるために、お相手との関係性かもしれないし、自分のね理想の体を手に入れるんだってことかもしれないけど、でもそのために今泣くの終わりよっていう風に入ってくるんです。泣いていたら目の前が濡れてしまって何も見えなくなってきちゃうから、涙をキュッと拭いてね、もう自分はカラッとしてやっていくんだっていう風に、多分なかなか自分を認めてあげられないところが自分自身にあるので、そこは認めてあげてもいいよ、その方がね理想に近づくよっていう風に入ってきました。やっぱり瞳か、しとやかな瞳、とても美しくないですか？このカードすごく色合いがロマンチックなパステルカラーだし、瞳がねすごく気になってたんですよ。泣いていたりとか、目をよく見て開いて周りのこと見てっていう風にさっきもお伝えしたんですけど、瞳がどうやら特徴を捉えているかもしれない、ポイントかもしれないですね。どうでしょう。今目疲れてるとか使いすぎてるっていう方は、お休み休憩したりとかケアしてあげることによって、
魅力が開花していくだろうしね、より一層開花していくだろうし、あと女性だったらね、アイメイク変えてみるとか、カラッと変えてみるとかね、いつもだったら取り入れてない、例えばずっといつも同じ色、ブラウン系とかね使っていたんだけど、ちょっとさ、流行りの色を取り入れてみようかなとかね、そういうこともしてみてもいいかも。あまり派手に変えろっていうわけじゃないんだけど、マスカラ新調してみようかなでもいいしね、アイラインの引き方変えてみようかなとか、色合い少しだけいつもブラックのアイライン引いてたんだけどブラウンにしてみようかなとかね、柔らかいパステルな感じっていうのが入ってくるから、その柔らかい感じっていうのをイメージしていくといいだろうし、誰か一人だけをずっと見つめていくとか、その好きなお相手だったら好きなお相手を特別視するとか、そういうこともアドバイスとして入ってくるんじゃないかなと思います。もともとね、みんなに優しいんですよ。みんな仲良くしようとか、みんなで楽しくどっか行こうとかね、そういう感じのあなたなので、だけどみんなの前では明るいんだけど、自分一人になった時に自分のことコンプレックスの塊みたいになってませんかっていう風に入ってる。だから努力するんですよね。それも十分伝わってる。自分自身に対しても柔らかい目で見てあげてもいいんじゃないのっていう風にも入ってきますね。はい、この柔らかいとか瞳っていうワードを、今ね捉えてキャッチして、それを活かしてみてください。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからもメッセージをもらっていきましょう。このカードは自分の体を優しく見つめるっていうカードなんですよ。鏡に映っていますよね、自分の姿が。鏡越しに自分の姿、ボディラインチェックしてもいいし、表情をチェックしてもいいし、見つめてくださいって。鏡を使わなくてもいいですよ。自分の心や体を優しく見つめてくださいねっていう風にメッセージが入っていました。すごくね、優しい感じのメッセージがわーって入ってきましたね。今回は、恋愛対象の方々が惹かれるあなたの性的魅力、そしてこの方々がどれぐらいいるのかっていうことと、どんなことをあなたとしたいのかっていうのを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎりシリーズ、恋愛対象の方々が感じるあなたの性的魅力について見ていきます。よろしくお願いします。まずはこちらのタロットカードから見ていきます。ここから6枚出していきます。あなたの外見からにじみ出る性的魅力、そして内面、中身からにじみ出る魅力、それぞれ3枚ずつもらっていきます。はい、見ていきます。スター、クイーンオブソーズ、はい、ペンタクル4番、こちらが内面ですね。パンドの5番、ジャスティス、そしてソードのページ、はいと出てきました。ではその外見からまず見ていきましょうか。憧れてるっていう風なね、見てる、遠くから見ていたりとか目立つんじゃないかなと思うんですよね。あなたが外見的にもそうだし、だからそのボディラインがくっきりしていたりとか、もう性的ポイントアピールっていうところがあなたが意識していなくてもそれをしっかりと受け取ってるよっていう風に入ってくるんですよね。自分ではそんなつもりないかもしれない。だけれどもそのあなたの例えば肩がね出ていたらドキッとしていたりとか、ちょっとちらっとね見える肌にドキッとするような、そういうね外見的要素っていうのがちゃんと出てきています。これは男女関係なく男性でも男性的な魅力、性的な魅力っていうのを感じてるよっていうのを恋愛対象の方々から、見られていますね。出てきています。もう単純に体のラインだとか、そうですね、あなたの行いと
行動とかっていうのも入ってくるので、その性的魅力を感じる行動ってなんだろうって今ちょっとって思ったんですけど、そうですね、なんかねこの人そのセクシーだったりとかパワフルだったりとか、その性的な魅力ポイントっていうのをちゃんとこう目立つような体つきをされているというかね。あと目線もそうかもしれないですよね。あなたの上目遣いだったりとか、視線の流し方だったりとか、そういうところに魅力を感じる、ドキドキするっていうのが入ってきています。もう本当に単純にこのボディラインっていうのが入ってきます。その次に視線の使い方とかね、そういうのが入ってきます。目を閉じている時なのかもしれないし、上目遣いだったりとかね、そういう感じでも入ってきます。内面ね、あと中身からにじみ出てくるものっていうのを見ていきましょう。その警戒心が強い方なのかなっていうのが入ってきます。そのおっぴろげにしてるわけじゃないよねっていうところにいいなっていうふうに思ってますね。だから誰でもウェルカムとかではなくて、でもね逆にこうガードが硬いっていうふうに見られてるような感じがします。これはこの内面からにじみ出てくる性的魅力というよりは、あなたがその性的なことに対してガードが硬いんじゃないかって、つまりは本命とだけよとかだったりとか、あとちょっとお試しでねお付き合いしてとか、そういうことじゃなくて、あと流れるようにちぎりを交わしたりするのがあまり好きじゃないとかね、本当にっていうのもありますね。なんかね、そのもうすでに決まった人がいるんじゃないかなっていう風に見られていたりとか、あと自分は一途なんですとかね、そういう姿勢を見せているところだったりとかっていうのが入ってきます。で、その性的魅力ねっていうところで見ていくと、ちょうど内側から見えるところとしても、あなたがこう最先端のものを取り入れてるっていうのが入ってくるんですよね。中身ですよ、中身。なので今の時代に合う生き方をされていたりとか、流れに乗るのがうまかったりとか、またはなんか華やかでありなおかつ自由を好むだったりとか、そういう感じで入ってきますね。どちらかというと積極的なようにも見えるけど、意外とこう締めるとこ締めるというか、ここっていうポイントだけは抑えるんだけど、それ以外は割と自分から言ったりとかするようなところもある。だから2対1の割合ぐらいですかね。60%、70% ぐらいは自分で動いていくし、もう好きなことをやりたい、自由にやっていきたいとか、動きたいように動くんだっていう風に捉えられているし、だけど肝心の残りの3、40% っていうのはしっかりとここ守るんだよって、自分の中でガチッとしたものを持ってるって、それはガードが硬いっていう風に思われてるかもしれないけど、どっちもあるんですよね。流れに乗るのもうまい。だけどじゃあだからといって交際申し込んだらすぐ OK してくれるのかとか、交際しなくても夜ちぎってくれますかとか言ったら、割とそこは自分はこう思ってるからっていう自分のラインがしっかりしていたり、絶対お付き合いしてなかったら嫌よとかじゃないんだけど、あなたなりの何かこう考え方とかルールだったり、自分の中のね何かこうあるんじゃないかなっていうのが入ってきます。それはその周りの人とはまた違うかもしれないんですよね。だからその流れるように一夜を共にするとか、私の中ではそれは OK ね、LINE の中の範囲内だわっていう風な方もいるでしょう。でもこのラインを超えたここはダメよっていうのもちゃんとあるから、この線っていうのをちゃんと持ってらっしゃる方っていうのが入ってきます。それはその恋愛対象の方々にもそのことがちゃんと伝わっていますね。ただ単にガードが硬いじゃなくて、中にはねそうじゃなくて一夜を共にするっていう方もいると思うんですよね。別にお付き合いとか真剣交際とか、はっきりと交際好きじゃないとか、そういうことをまず言葉とかをまず一回置いといて、まずはちぎるとかね、いろんな人と
いろいろね交わしてみて、そこから掴み取るものとか感じるものとかも出てくるだろうし、あなたの中のラインっていうのがちゃんとあると思います。真剣に交際するって方もいるでしょうし、それはねそれぞれだけど、ここだけは絶対守りたいっていうのがあると思いますね。はい。ではオラクルカードからこの恋愛対象の方々が今あなたに一番感じている魅力、または伝えたいことっていうのも入ってもらっていきます。だから目立つし、あれなんですよね、ふわっとしてるように見えるけど芯通ってるよねとか、あと自由に動き回ってるように軽やかに見えるんだけど、しっかりと重いもの一つ持ってるよねとかね。だから器用なようで不器用に見えてるのかもしれません。はい、これは伝えたいこと、もしくは一番に感じている魅力として1枚もらっていきます。揺るぎない自信っていうのが出てきました。あなたの中にやはり私はねこれっていうのがしっかり持ってるもの、たった一つだけこのルール守ってるとかね、自分の中でこれっていうのがあるとかね、そういうことが出てきてるんじゃないかなと思います。はい。そして今ここから感じるに、憧れ的な存在、つまりライトな層であなたのことを性的にいいなって思ってる人が遠巻きで見てる方々がいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。遠くから眺めてムフフってしていたりとか、何かあなたが SNS に自分の写真投稿していたりとか、この気になる方に写真シェアしたりとかしていますかって、自分の体の一部、手のパーツとかね、後ろ姿だったりとか、自分の写真をアイコンにしていたりとか、例えばね口元だけとかね、肩だけとか、なんかそういうのも入ってきますね。 SNS とか LINE のアイコンだったり、あなた自身の写真を使っているような、なんか体の一部ですよ。なんかそうですね、それを見ていろいろと妄想してムフフってやってるような感じでも入ってきますね。はい。じゃあ今あなたの性的魅力感じてる方どれぐらいいるのかなっていうところを見ていきましょう。はい。ではこちらのタロットカードから今どれぐらいいるのかなっていうことと、あとこの方々がねあなたとどういうことをしたいのかなって、どういう妄想してるのかなっていうところももらっていきます。何人ぐらいの方が今あなたのことを性的対象ね妄想してるのかっていうところを、まず具体的な人数っていうのを把握したいなと思うので1枚出して、その後にどんな妄想してるのかっていうのをもらっていきます。はい、まずは具体的な人数はフールのカードですね。なんかね、近くにいないっていうのが入ってくるかな。遠くで見ているとか、フールってね自由なんですよね。自由とか解放とかそういうことを表してるので、つかめそうでつかめないような距離感にいるとか、あなた自身がもともと流れるような方っていうのが入ってくるんですよね。風のような方、春の風のような方っていうのが入ってくるので、春になって桜って風とともに花びら舞っていくじゃないですか。ああいうイメージなんですよ。だからつかめそうなんだけどひらっとねかわされちゃうような、そんなね恋愛テクをお持ちの方だったりとかね、そういうこと、その流れに乗るのがうまいっていうのもあるんだけど、そのように見せかけていて本命はたった一人だけみたいな、本命に対しては違う顔を見せるとか、そんな感じであなたの魅力っていうのが入ってくるので、それに対して性的魅力を感じてる方って、フールってね無限大のような感じもするので、でもねなんと説明したらいいんでしょうか。なんかちょっと距離のあるような、だから本当に写真とかを見て、ちょっとニヤニヤしていたりとか、あなたの写真集のようなものを
持っているというか、どんだけマニアックやねんって感じですよね。例えて言うんだったらね、こうアイドルみたいな存在なんですよ。そのあなたの写真集っていうのを手にしていて、それをお家で広げて、こういいなって、こんな子、彼女だったらいいのになとかね、彼氏だったらいいのになっていう感じで、ちょっとねこう推しみたいな感じになっている可能性がある。だから推しとしてすごくたくさんいるっていうような感じなんですよね。じゃあそのファンはたくさんいるんだけど、実際にこうアプローチしてるのかとか、あなたのすぐそばにいるのかっていう風に聞かれると、そこねちょっとねまだグレーな感じで見えてこないんですね。ただそのライトな層だとめっちゃいるっていうのが入ってくるんです。何か活動されていたりとか、あなたが SNS で自分のことを発信していたりとかするんじゃないかなと思ったんです。なんかツールを使ってねやられてる、なんかアプリ使ってるとかゲームやってるとかして、こうあなたのアカウントとか何かそういうものを持っていらっしゃるのかなと思って、そこがすごく人気があるっていうのが入ってきます。ではこの方々があなたと実際にどんなことをしたいと妄想しているのか、すごく小悪魔ちゃんのカードが入ってきています。すごくね誘惑されてるよっていうのが入ってきましたね。でそしてあとオラクルでこのねファン層っていうのがどんな方なのかなって、今一番あなたに近い人の特徴で見ていきましょうか。多くいるんですね。限りなく多いと思うんです。フォロワーさんとかあなたのファンみたいな感じで入ってくるんですが、何か SNS でやられていませんかっていう感じで入ってきます。その中でも今一番あなたに、性的にエネルギーを注いでいらっしゃる方のこの方の特徴でまず1枚と、あとは、どういうことを望んでいるのかなっていうと、実現化していきたいとか、今エネルギッシュな状態でこのね方々が今感じてらっしゃるし、最近出会ったよとかそういう方もいるかもしれませんね。魅惑的なカードがあなたのところに入ってきました。虜になってますよっていうのが入ってきますね。または虜にしたい、あなたの指示に従ってちぎりを交わしたいとかね、あなたのご要望通りに、いたしますっていうような魅力が伝わってくるよっていう風に入ってきます。妄想としてね、あなたを主軸にして動いていきたいっていう感じ。そしてメラメラとね燃える気持ちを今この方エネルギーをね出しているので、ここであなたの仰せのままにっていうような感じで流れていきたいんだっていうのが入ってきますね。でもなんかその妄想の中ではなんでしょうね、実際にある程度の枠とか距離から縮められないっていうようなのが入ってくるんですよね。だからまだ実現できていないんだとか、まずこの一番近い方の特徴を見ていきましょう。魂の救済、すごいですね。なんかすごいなんかカードが入ってきたなと思いました。なんかこの人すごくないですか。救ってくれる人、この方もこの方であなたとはまた違うニュアンスなんですけど、例えばあなたが桜のような春の風のような方だとしたら、この人なんかこう春じゃないんですよね。季節的に春のようなイメージじゃなくて、例えば冬の星空の空気、冬の空気を持ったような方みたいな、ごめんなさい変な例え方してしまって、そんな澄み渡った空気を持ってる、心を持ってるような凛としている方とか、あとね助けるっていうカードが入ってるので、あなたの魂だけじゃなくて周りの人、弱き者を助けたりとか、見逃せない、見過ごせないとか、そういう正義感とかね、自分の中の心を持っている方かもしれません。強いエネルギーを持ってますよね。
自分がこうやってやっていきたいんだっていうようなエネルギーを持っている方です。意志が固い方とか、はっきりと行動に示してくれる人だと思います。行動に示すっていうのは性的なことだけじゃなくて、生き方そのもので自分ってこうやって生きてるんですよとかね、こういう考えを持ってるんですっていうことを人によく言っていたりとか、考え方曲げないとか、そういうところもあるかもしれません。たくさんの試練を乗り越えてきた方、いろんなことを経験している方かもしれません。だから一方では年上の方とかね、経験豊富な方かもしれないですよね。いろんな痛みを抱きかかえてきたんだよって。それは周りの痛みもそうだし、自分自身の痛みもそうだし、いろんなことを経験して積み重ねて今のこの地位にいるよとかね、ここにいるんだよってことをこのカードが教えてきてくれるので、あなたの周りの方々の中でいろんな痛みを経験してきている方が今あなたに一番近いかもしれません。あなたのことを性的魅力すごく感じていて、近づきたいって思ってるかもしれませんね。でもこの方でさえもうあなたのことをつかめないような桜のような方っていうのがあなたの魅力で入ってきます。なんかこう2人の間をなんか障害のようなものを感じるんですよね。例えば友達の枠から越えていけないとか、画面越しでしか会えないとか、少し距離を感じるとか、ちょっとの間しか会えないとか、でもその深く魂のつながりっていうのをこの方あなたに感じてるので、それは性的なこのセクシーな部分でもそうだし、そうじゃないところでもつながりっていうのを感じています。そしてあなたと一緒に過ごすことによって、ちぎりを交わすことによって、また一つ自分の痛みが和らぐというか、この人があなたの痛みを和らげてくれるのかもしれないし、2人で高め合っていくっていう風に捉えてるのかもしれない。この人が写し鏡のようでもあるけど、でも全く異なるっていう、どちらも持っているような方ですね。あなたの行く先を照らしてくれる方なのかもしれないし、あと道案内のようにこっちだよっていう風に誘導してくれるような方かもしれないし、そうですね、とても力強い頼もしい存在のある方だと思います。この方が今一番近い。そしてなんかね、ちぎりを交わすことによって2人のまた世界が一つ上がっていくっていう風にこの方が伝えてきてくれてるんですよね。たった一夜の出来事では終わらせないよとかね、そういうことでしょうか。これはかなり大きなことなんだっていう風に入ってきます。2人が結ばれたことはすごく大きなことになるだろうって。ただしすごく小悪魔のカードがあなたのところに入っているので、自分はこうだよって思っていても、あなたのセクシーな部分にはかなわないんじゃないかっていうような妄想もしていますね。はい、それぐらい今あなたの性的魅力っていうのも高まってるんじゃないかなと思うんです。この人も心の中燃え上がってくるものっていうのがあるから、かなりこうムンムンしてるような状態ですよ。もしこの方が妄想してるんだったら、かなり激しい妄想をされてるんじゃないかなと思います。ちょっぴり M っ気のあるような妄想をしてるかもしれません。はい、すごくイチャイチャしたいっていうこともあるし、2人がこうやって一つになって結ばれていくことによって、ここから先ね、こう続いていきたいっていうことが出てきていますから、新しい気持ちになるとか、つながることによって新しく見つかる気持ち、喜びとかね、そういうところに行き着くのかもしれません。新しい惑星を発見したぞみたいな、そんな感じで入ってきますね。はい、これが今こんな方々が妄想されている内容です。でも一人じゃなくて、どちらかというと距離が少しあるような方々、あなたがアイドルみたいに映ってますね。その方々がたくさんいるっていう風に入ってきました。では多分、ライトな層がすごく多いんじゃないかって。会ったことないけど SNS であなたのことを見ていてフォローしていて、
あなたの投稿を見てはニヤニヤしているとかね、そういう方々が多いんじゃないかなとも思うんですけど、身近な存在でもいるかもしれない。一番近しいところとしてこの方っていうのが入ってくる。会ったことないんだけど話をしていてすごく気が合うとか、自分が苦しかった時に助けてくれた人だったりとか、ね、そういう魂のつながりを感じやすい方っていうのが入ってくるので、まず近しい方に1枚、そしてライトな層で1枚、こんな方々がどんなことをあなたにしてくるのか。はい、ライトな方々では、まずライトな方から見ていきましょう。本のカード。あなたが知らない何かがあるから本当のことを教えてあげるっていう風に、まだまだねお近づきに慣れていないし、やっぱりこうファンブックみたいなの持ってるんですよね。なんだろう、何かこうあなたの活動をいつも見ているとか、SNS こうね、普段はね実際によく会ったりとかできないから SNS で見ているよとか、フォローしていていいね押してるよとかね、毎回いいね押してるよとかかもしれないしね、見てるよっていう感じで、そしてこれからもっと仲良くなりたい、あなたが知らない何かがあるし本当のことを教えるっていう風に出てきているので、まだ隠している本音を持っている、伝えたいってことかもしれないですね。知ってほしい、自分たちの存在を知ってほしいっていうことかもしれないしね、そういうことが入ってきます。やっぱりたくさんいるかなっていうのがあります。これはそのリアルで近くに今いる人で、何かあなたにすること、してくることっていうことで出してくると、ユリのカード、周囲とのバランスがいいです。つつましく純真なあなたは素敵。どうか秘密は秘密のままで。いやー、年上の方、もしくは行動力のある方とか、はっきりと自分の意思を伝える方で近くにいらっしゃる方、そうですね、困っている人を見過ごせないような、ちょっとね口は悪いかもしれないけど行動としてちゃんと示してくれていたりとか、優しい方っていうのもあると思うけど、そうですね、何かねこの方から実際にお誘いがあるかもっていうのが入ってきます。ユリのカード、これユリってセクシーなね意味も持ち合わせているので、実際に近くにいる方、リアルな方からもうリアルにね申し込みがあるかも、ちぎりの申し込みっていうのがあるかもしれません。これあなたに、そうですね、でも秘密、どっちもね秘密なんですよ。なので秘密のちぎりになるかもしれないですね。誰にも知られないところで自分たちだけのちぎりみたいなね、仲介人とかはいりませんよっていう形で秘密のちぎりっていう可能性もあります。こっちもライトな層もそうなんですけど、秘密の恋愛とか秘密の関係性っていうのが入ってきます。水面下で動いてくるんじゃないかとか、あと周りに知られないように伝えてくるんじゃないかっていうのが入ってきました。では、これから自分の性的魅力をより開花していくための具体的なアドバイスっていうのをもらっていきましょう。まずはオラクルカードから1枚もらっていきます。それぞれのカードを1枚ずつ出していって、全部で4枚のカードからもらっていきます。秘密の関係性っていうのに当てはまる方もいるかもしれないですね。どちらかにパートナーがいるとか、だけど私は私のルールがあるのっていう風に入ってくるので、どうでしょうか。アドバイスカード1枚ずつもらっていきます。でもすごくセクシーな方っていうのが入ってきますよ。はい、では見ていきましょう。あまりオープンにしたくないというか、あなたがね関係性持っていますとか、あまり人に言わないような方、秘密主義者かもしれません。
ちぎりを交わすことをね、あまり人に言わないとか、そういうこともあるのかなと思いました。愛がある生活。なるほど。はい。で、ノルマンカードは犬。あなたを信じてる人がいるよっていう風に教えてきてくれてるのと、そうね、やっぱりライトな層っていうのは同じコミュニティの中にいる人っていうのが出てきますね。そしてソードの10、ソードの10、そしてペンタクルクイーン、はい、が入ってきました。そうですね、あなたが過去に愛のない生活を経験したことがありませんかっていうのがこのカードから入ってくるんですね。そういう痛みを抱えていたり、それを和らげてくれる方がこの方なのかもしれません。過去にですよ、今現在それを感じてるって方もいるかもしれないんですけど、愛がない生活っていうのを一度経験したことがある。だからこそ愛のある生活をあなた自身が求めていたりとか、あとは自分の中でやっぱりどうしてもね、この世界観っていうのを大切にしたいって自分の考えね、周りとは違うかもしれないけど、でも自分はこうやってやってるんですって、こうやってやっていきたいんですっていうのをちゃんと持ってるっていうのが出てきています。だから苦しかったこととか辛かったこととかからもうなんか抜け出すとか、そうですね、なんか過去っていうのが入ってくるんですけど、もしかしたら一部の方では今現在も苦しい思いを抱えているっていう方もいるかもしれない。それはその愛があるないとか、そこについてあなたが今測りにかけるようなことがあるのかもしれません。愛情がどっちに傾いているのかとかかもしれないし、自分が本当に愛すべきものとはってことで天秤にかかっているような何かがあるのかもしれません。そこに対して昔負った苦しかった生活、時間、流れていた時間、愛してもらえなかったあの時とかあの人とか、その時のことを思い出していては辛い思いを抱えていて、だから自分自身の心をガードするようなこともするし、周りに何と言われようと自分はこう思ってるんだってことは変わらず持ってる。それは昔経験したからね、自分はこうやって経験したからこうやって考えていく、やっていくんだっていうような思いもあるだろうし、でももうね、あなたは愛で満たされる生活を送る時がやってきてもいいんじゃないかって、自分自身を受け入れることもそうだし、許しに近いかもしれないですよね。その愛のなかった生活に対して、もしねピンとくる方はね、なんか何かが抜けてしまっていたような時間帯とか生活があったとかね、不安に追い込まれていた生活を送っていたとか、そのような辛かったっていう生活がね、生きることがもう辛かったとか、それは多分愛に関係することだと思うんですよね。自分が愛してもらえなかったとか、うまく愛せなかったとかね、そこに対して苦しんでいたことって、うん、自分自身をそれを受け入れてあげることとか、なかなか受け入れがたいぐらい辛かったこととかもあると思うんですよね。でももうそろそろいいんじゃないって、あなたが愛で包まれる生活、もうそろそろ自分自身に受け入れてあげてもいいんじゃないっていう風に入ってくるんですよね。こうやって満たされる気持ちでいっぱいにさせる時がもうあってもいいんじゃないって、生活っていうところに対して誰かと共に歩む生活とか、あと板挟みになっていて苦しかったんだとかね、そういう生活からも抜け出して自分の本当の愛のある生活に向かって、あなたが今進み始める、立ち上がる時なんじゃないかっていう風にカードが伝えてきてくれています。あなたがこれからそれを掴み取る、自分でね掴み取ったり受け取ったり、愛情を受け取って、そしてまた愛のある生活にあなたが戻っていくというかね、本来あるべき姿に立ち戻っていく、また作り上げていく、本当に愛する人と作り上げていくんじゃないんですかっていう風に入ってきますね。そしてあなたを信じて待っている人がいるんです。あなたはその人の存在に気づいているでしょうか？気づいていると思いますね。もう待ってるよって、愛のある生活をあなたと共に送るために待ってる人がいますって。はい。あとはその方と手を取り合ってやっていくかどうかっていう大きな
節目をこれから迎えるかもしれませんね。秘密の恋愛をされているっていう方は、それを公にして公認の仲として仲を育んでいくのかもしれないし、それはあなたの中のやり方っていうのがあると思うので、それに沿った上で愛がある生活をこれからあなたは送っていくんだよってことがアドバイスです。なので今どうやったら性的魅力開花していきますかってことで聞いてるので、まず生活っていうところに目を向けてください。今あなたの取り囲っている生活習慣だったりスタイル、時間の流れ方とか過ごし方とかどんな感じですかって、どういう生活を送っていますか、誰と過ごしていますか、どんな苦しみを抱えていますかってところを一度見てみてください。その中で本当に痛みからもう抜けて終わりを迎える時って、これだこのことだっていう風に感じることあるんじゃないかっていうのが出ています。より自分らしく動けるようにとか、またね巡り巡って自分が花開かせる時が今なんじゃないかって思える何かがあるんじゃないかっていうのが出てきていますよ。なので一回生活を見直すというか、見てどう思うかっていうところをまた振り返って、周りを見渡してあなたを待ってる人がいるのかどうか、よくよく見ていくことっていうのがアドバイスとして入っていました。そう、生活を一度見て愛あふれる生活を取り戻すというか、自分で作り上げていくというか、掴み取っていくっていう風に入ってきました。全くあなたが愛のない生活を送ってますよとかじゃなくてね、何か過去に抱えていた痛みだったり、失ってしまった愛情とかね、そのことを気にかけていた過去っていうのがあるんじゃないかなと思ったんですね。でも今満たされていくためにあなた自身生活を見てっていう風に入ってきました。大丈夫、あなたはもう満たされるだけ十分な余裕がこれから生まれてくるし、また自分から作り出していくこともできるし、誰かその協力者とかあなたを愛してくれる人と共に生活を送るっていうのが出てきていました。はい、こちらも参考にしてください。これが魅力開花につながっていくって、性的魅力というか本当の愛がある生活って何なんだろうっていうところに、あなたが原点に立ち戻るというか、本当の愛ってこういうものだったんだって、新しい惑星をこの好きなあなたのことを好きだって思ってくれてる人と一緒にあなたが紡いでいくというか、発見していくんじゃないかなと思います。この行く先は愛がある生活が待っているんじゃないかなっていう風に出てきています。実際のお誘いもありそうですしね。はい、ということでお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これね、高みを経験してくださいっていうカードなんですね。はい、この最高潮に達してくださいっていうことなんです。それは気持ち、心から溢れ出てくるものとかね、体で感じるものかもしれません。あなたが今まで体験したことない新しい何かだったりとか、もう最高潮の自分、最高記録を塗り替えるとかね、そういうことです。新しいとか、より高い自分っていうところを感じてくださいっていうカードでした。これよく分かりづらいよっていう方は、自分が楽しいことを極めるとか、思いっきり笑ってみる、笑えることするとかね、体をのびのびと動かして、たまにねいつも煮詰まっていて生活に追われているっていう方は、たまに2泊3日の旅行して思いっきり羽を伸ばすとかね、そういうことをしてみてもいいかもしれない。新しい体験なので、学びの体験に行ってみるとかね、手芸教室とか陶芸教室とかありますよね。そういうね、ワークショップに行ってみるとかっていうのもいいかもしれません。今回は夜のちぎりシリーズ、恋愛対象の方々が惹かれるあなたの性的魅力についてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎりシリーズ、恋愛対象の方々が惹かれるあなたの性的魅力について見ていきます。よろしくお願いします。まずはタロットカードを使って6枚出していきます。そこであなたの、外見的な性的魅力、セクシーな部分、そして内面からにじみ出てくる魅力についてもらっていきます。
はい、ではもらっていきます。こちらが外見的魅力です。はい、そして次、内面的な魅力としてこれですね。はい、これでもらっていきましょう。こちらが外見です。そうですね、外見、あなたはお顔立ちがはっきりとされてるんじゃないでしょうか。目鼻立ちがくっきりしているとか、あと例えば眉毛が凛々しいとかね、お顔っていうのが入ってきます。鼻が高いとか、唇が厚いとか、顔のパーツに対して好みだなっていう風に、綺麗、美男美女っていう風に入ってきますね。はい、女優さんのような華やかさのある顔とかね、その男性でもその芸能人俳優さんのようなね方っていう風にお顔立ちをされているっていうのが入ってきます。とにかくねイケメンなんだとかねそういう風に入ってくるので、顔がタイプとかね、そういう感じでわって入ってきますね。外見的なところで言ったらたくましさだったりとかね、男性だったらね、女性でもお顔がすごく美しいの他に体がしっかりしてるっていうのも入ってきます。健康的な感じっていうのが入ってくるので、これはね好みによるかもしれないんですが、外見好みだよっていう風に思ってるって方がたくさんいる。で、中には健康的な体がいいっていう風に思ってる人もいれば、モデル体型のようなスタイルがいいところが好きっていう風に思ってる人もいるし、なのでここで見る限りだと何人かいるんじゃないかなっていうのが出てきました。今あなたに性的な魅力を抱いている人、外見的要素で好みだってそれぞれ見てるっていうのがあるんですね。がっしりしてるとか肉体的だとか、肉体美ねだとか健康的とかそっちで好きっていう人もいれば、足が長いとかね、モデルさんのようなスタイルがいいっていう方もいるから、それぞれの何かこう魅力っていうのを感じます。それぞれが持ってる感じてる魅力がたくさんそれぞれから入ってくるっていうのがあるので、一貫性がないんですよね。で、一貫して言えるのはお顔っていうのが入ってくるんです。だからすごく美しい方なんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、あとは清潔感があるとか、髪のお手入れしてるとか、髪のツヤがあるとかね、そんな感じで入ってきます。お手入れしてるなっていう風に入ってきますね。外見的な特徴だとそうかなと思います。あんまり露出した肌とかっていうのは見せないんじゃないかなと思うんですね。自分の体に自信があってもあえて見せない、隠しているとかね、それはバストラインかもしれないし、ヒップラインかもしれないし、男性でもね、たくましい二の腕とか胸板とかもしお持ちであったとしても、それをひけらかすようなことしないでしっかりと隠していますよっていうのが入ってきていますね。しっかりと身を隠してというかくるんで、露出はしないよっていうのがある。だけどそれでもね、にじみ出てくるものがあるよっていう風に伝わってきます。じゃあ内面からにじみ出てくる性的魅力ってなんだろうっていう風に見ていくと、お茶目ですね。とてもね、お茶目な方、マイペースでのんびり屋さんっていうのもあるんじゃないかな。だけどもうしっかりと持ってるもの持ってるよっていうのが入ってくるので、みんなで楽しくやっていきたいよねっていうようなあなたのスタンスっていうのも見えているし、のんびり屋さんっていうのも入ってくるしね、マイペース、楽しい、個性的っていうのが入ってきます。あとはちょっとね海外っていうのも少し入ってくるので、海外に行かれたことがあるとか、交流を持っているとか、そうですね、日本語じゃなくて例えば英語が得意とか、海外韓国語とかね、外国の言葉とかそういうことも関係してくるかなと思います。それのどこが性的魅力なのっていうふうに今思った方もいるかもしれないんですけど、なんかね、海外っていうワードが入ってくるので、あなたが海外を体験したことがあるのか、なんか目標にしてるのか、なんかね、海外
に携わっているのか、なんかそういうところもいいなっていう風に、グローバルな感じがいいなっていう風に入ってくるので、ちょっと型破りな感じもするんですね。マイペース、そして個性的、自分の気持ちに素直だし、そういうところがいいよねっていう風に入ってきます。あなたらしさがいいよねっていうのが入ってきますね。割とこうのんびりするのが好きなんじゃないかなと思うんです。旅行に行くのも一人でフラッと行くとか、ね、計画性があまりなくてパッとね遠出したりとか、そういうのも好きかと思えばアクティブなのかなっていうふうに思われがちなのかもしれないけど、実はそうじゃなかったりもするんですよね。パッと旅行行って身軽だなっていうふうに思われたとしても、なんかある日はね、なんかぐうたらしていたりとかしていて、なんか割と自分のペースでこう動かれているなっていうのが入ってきます。いつもアクティブなわけじゃないんだけど、だから寝たい時寝るしって、行きたいところに行くしみたいな、そういう個性的でチャーミングな感じっていうのが入ってきますね。カップのページさんがここに入ってますからね、可愛らしい。だから守ってあげたいとか可愛がりたいとか、どっか連れてってあげたいなっていう風に思われるような内面を持ってると思うんですね。でもだからといって甘えん坊じゃなくて、独自の世界観を持っているし、私ってここを目指してるんだよねとか、まだまだこんなものじゃないわよとかね、そういうことも、持ってる方っていうのが入ってくるんです。異性を引きつける魅力っていうのも内面から十分に出てきているし、例えば夢や目標に向かって進んでいるあなたの姿を見ていると、すごくキラキラ輝いて見えるとか、そういうこともあるかもしれない。それが海外に通じてることなのかなとも思います。海外というか、例えばね、今いる生活の基盤とはちょっと違うところを見ていたりとかするんです。例えばその映画にすごく詳しくてのめり込んでしまうんだとかね、本の世界に行くんですとかっていう方もいるかもしれないですね。映像の世界とか今の現実世界とは少し離れている場所、海外とか、そういう、なんかこう二次元の世界だったりするのかもしれないけど、そういう世界観もいいねっていう風にも入ってきています。はい、ではこの内面の魅力、そしてそうですね、今この恋愛対象の方々が感じている性的魅力で、一番の魅力ってじゃあどういうところなのっていうところとか、何か一番伝えたいこと今あるっていうところで見ていきましょう。単独行動も好きなんじゃないんですか。一人時間も大切にするよって、みんなとも仲良くやるし、でも自分時間も大事だよっていう。はい、愛の言葉、あなたに今伝えたいことがある人がいるんじゃないでしょうか。もしくはあなたが今誰かに愛の言葉をささやいている、なんかね、言葉っていうのが入ってくるので、実際にやり取りしている方近くにいるんじゃないかなと思います。で年齢関係なく今あなたのことを守りたいとか、導きたい、可愛がりたいっていう風に思ってる方だと思います。案外ね、年下の方なんだけど、年下なのにしっかりしてるなってあなたが思ってる人の中にいそうな感じっていうのが入ってきます。あと言葉にして伝えるぐらいなので、はっきりした方なのかもしれない。でもね、あなたの方でも伝えてる人がいるんじゃないのかなっていうのも入ってくるんですよね。あなたが好きな人がいて、好き好きって言ってるのを受け取ってる人が今一番あなたにそれを伝えたいのかもしれないなっていうのも今一瞬思ったんですよね。あとは何気ない一言でそれをすごくね素敵なものだっていう風に捉えてくださってる方々がいる。その中にセクシーな、言葉とかも入ってるんじゃないかな。あなたが意図していなくても色気を感じるような言葉っていうのが入ってきます。言葉なのでね、口から発すること、音とかね、音の響きだったり、声のね響きだったりとか、歌声かもしれないし、あとはその文字とかよりはやっぱり声に発することだと思います。音だと思うんですけど、一部では文字もあるかもしれませんね。言葉遣いが綺麗なのか、ね、その文章の打ち方かもしれないし、あと LINE のやり取りが今すごく楽しいとかね、そういう風に感じてくださっている方々もいるんじゃないかなと思いました。ではここで見ていきましょう。今
あなたに性的魅力を感じてるよっていう人がどれぐらいいるのかっていうことと、何かねこう恋愛的にやり取りしてる方がいるんじゃないかなっていうのが思いました。アプローチを受けているとか、アプローチしているとかね、アプローチしているとか、どちらかであるんじゃないかなと思ったので、なんか深い関係の方がいそうな気がします。でも人数を出してみましょう。でその後にその方々がどういうことをしたいと思っているのかっていうところも見ていきます。まずは人数ですよね。人数を見ていきましょう。はい、まずは人数です。強行のカード。人数はね、いるけど、すっごく多いとかっていう感じではないと思いますね。すごく現実的な人数だと思います。3、4人とか、5、6人とか、リアルな数字を出してきたなっていう感じがしますね。やっぱりあなたを導きたいっていう方、その方が言葉を操るのが上手なのか、またはあなたが言語を何種類か話せるのか。では、この方々があなたとどういうことをしたいのか妄想を見てみましょう。リアルな数字だなと思いました。人前に立つような方とか、優しくて親切、あなたに親切にしたことがあるんじゃないかなと思います。協力してもらったとか、優しくしてもらったとか、何か貸し借りしてるとかね、そんな感じでも穏やかな方ですね。一番あなたに対して深く関わり合いのある方の特徴を出していきましょう。5、6人、多くても7人とかだと思うんですけど、もう現実的な数字ですね。の中で際立って今あなたと仲いい人だと思います。一番濃厚に考えている方。どの方もね、そのライトに考えてるというよりは本気で狙いに行ってるような感じがするので、モテるんじゃないかなと思いました。で、一番近しい人が今の特徴を見ていきましょう。どんな人かな。愛がある生活。もしかしてあなたと密につながり合ってる方でしょうか。あなたと今もうすでに愛のある生活を送っているよっていうパートナーのような方なのか、同じ職場にいてあなたの、仕事上のパートナーだったり支えになっている人で、なおかつそこに愛がありますよって。だから両片思いとか、恋人だったりとか、職場一緒で実はねお互い気があるんじゃないかってうすうす感じてるような方で、言葉のやり取りも交わしてるので連絡先も知ってるし、実際に電話したりとか LINE のやり取りをしていて楽しいなとか愛を感じる方なんじゃないかなと思いました。この人自体が生活がしっかりしている方なのかもしれません。安定している方だからこそ周りの人に親切にできるし、あなたに対しても愛情を持って接していけるのかなと思いました。一言一言に愛の言葉の重みとかを感じるような方なのかもしれません。このように入ってきました。そうですね、生活が豊かな方かもしれないし、同じ生活圏内にいる方なのかもしれません。この方の可能性が高いよっていうことで、ただリアルにその狙ってる方が本当に何人かいそうっていうのはあります。ではどんな妄想をしているのか。チャリオット、ワンドのクイーン、すごい。そしてフール、そしてカップの7番、すごい。すごく性的魅力に溢れてるよってあなたがねっていうのが入ってきて、もう妄想だけじゃとどまらないぐらいに現実化していきたい勢いのあるチャリオットのカードが入ってきたので、この方が現実化に向けて今実際に動いているとかアプローチしているとか、または夜の妄想の中で激しく求めている、愛を求めているような妄想をされているっていうのが入ってきています。もう自分が
軸となってね、舵を切っていくんだっていうような、そうですね、勇者のようなね、戦士かな、勇者かな、もう自分が勇ましく突き進んでいくんだっていうような、このお相手のところと、ものすごく魅力的な女王様のカードが入ってきていて、もう僕があなたを奪いに行きたいんだとかね、そういう情熱とかも感じますね。もう色気あふれてるのでメロメロですっていうのが入ってきます。はい、そうですね。いろんなことを考えている、頭の中で考えているんじゃないかなと思いますね。もし今このお二人の間で確かな絆とか、今交際していますとか、両思いなんですっていう方、もう実際にちぎっていますって方も中にはいるかもしれません。だとしたら、関係性を持たれている方は、このお相手はあなたの魅力にメロメロだし、これからもどんどんとアプローチしていきたいし、いろんなこと考えてますね。どういうことを実現化していこうかって、頭の中でいろんなプレーを考えてるんですよ。ああいうこともやってみたいし、こういうこともやってみたいしって、あなたとこんな場所でやってみたいしとか、いろんなことをね、妄想していて、ワクワクしていて、いつも家で一人でいろんなシチュエーションを想像してるんですけど、さて、ではこの中から次にどれをあなたとやっていこうかなっていうふうに考えているんじゃないかと思います。で、今まだそのちぎっていなくて関係性持っていないですよ、だけど心当たりのあるような感じがするっていう方だとしたら、この方は今実現化に向けて進んでくると思うし、迷いから一つ抜けていくんじゃないかなと思うんです。いろいろと葛藤していたりね、関係性進めていくために動くんだけど、じゃあ実際にそれがつかめるのかどうかっていうところまで計算しないで動いてくる。だけどこの自分の情熱のままに今動いたことによって結果一つ出すんだとか、答えちゃんと出すんだ、はっきりさせるんだっていうところね、もうその妄想から抜けて実現化させていくんだっていうところが、この方の考えていることなんじゃないかなと思います。いかに解放させていけるか、自分の性の欲ね性欲を解放させていけるのかっていうところが、この方のテーマになってくると思います。我慢してるわけじゃないんだけど、そうですね、どこまで自分を解放させていけばいいのかなっていうところで考えてるかもしれないし、あなたとの足並みはどうだろうかって、この人のあなたと一緒に紡ぐ愛の生活っていうのを望んでいるし、多分やり取りしてるんじゃないかなとも思うんですけどね。すごく惹かれてるっていうのが入ってくるから、どれくらい自分のパワーを押し出していけばいいのかなって、性的なエネルギーを出していけばいいのかなっていうことで考えているようなところもあるんじゃないかと思います。中にはね、その関係性、社会的な立場とかであんまり自由にね動けないよっていう方もいるかもしれないんだけど、だとしたら、その社会的な関係性から一線越えて自由にやっていくところが課題だっていうふうに考えてるかもしれません。でもね、このリアルに考えてる方何人かいるので、すごくモテるんじゃないかと思います。そうですね。ではこうしましょう。もしあなたが実際にやり取りしている方、愛の言葉を交わし合っている方で1枚、そして愛の言葉をアプローチね受けてるかもしれないけど、あなたとしては本命じゃないよっていう方からどんな動きがあるか、それぞれ出していきます。つまりは本命と本命じゃない人とどっちもね狙ってる可能性があるんですよ。で、その方々がどういう風にこれから動いてくるのかなっていう動きを出していきます。まずは本命から。本命でまず1枚と、であとあなたの本命ではないけど向こうからしたらめっちゃあなたにラブっていう人、まず本命じゃない側からどんな動きを出すのかは、船、遠くへ行く、遠くから来る、ここではないどこかへ、そしてあなたのための何かが息をしているっていう風に、失恋覚悟で、当たって砕けろ精神で動いてくる可能性があります。はっきりとアプローチを受けるんじゃないかなと思いますね。あなたがもう実際に告白される人もいるかもしれない
でも本命じゃないからごめんねっていうふうにあなたが断る可能性もあるんですよね。でもそれでもこの人は進んでくるよっていう風に明らかにね動くっていうカードが出てくるので、アプローチは受けると思います。じゃあ本命はっていうところで、本命の動きとしては雲、混乱も不安も流れる雲のようなもの、見えないことを嘆かないっていう風に、なんかモヤモヤしてるねっていうのが入ってくるんですよね。本命はいろんなこと考えるんじゃないのかな。でもそれはあなたと一つになっていくことに対して悩んでいたりとか考えることがあるんだと思う。何を実現化させていこうかって黙々考えているかもしれないし、あなたに釣り合う自分になるためにってことで考えているところもあると思うんですよね。あなたとカップルになりたいんですよ。恋人同士とか夫婦とか対の関係になりたいんだけど、まだなんか役不足なんじゃないかとか、自分がねちょっと怒りっぽいかもしれないです。この人怒りっぽいというか、中にはね落ち込んじゃったりとかする感じの方もいるかもしれないけど、怒りっぽいんじゃないかなと思いました。焼き餅焼いちゃうとメンタル崩れちゃうような、ちょっと怒りっぽかったり焼き餅焼きだったりとか、あとそうだな、なんかこう他にもいそうな感じで入ってくるので、このライバルの動きとかを見ていてモヤモヤしちゃったりとかね、でまだ自分じゃ足りないのかなって思ったりとか、だから少しこう不安な感じであなたに言葉を伝えてくるような感じがします。他にもいるんじゃないのとかって聞いてきたりとか、〇〇さんってかっこいいんじゃないのかなって、あと自分は似合うかなとかね、そういうようなことも言ってくるか、あとは怒る方ですよね。他にも連絡取り合ってる人いるのとかね聞いてきたりとかするような感じになってくるかもしれないですね。まあでも2人の間に言葉っていうのは確実に存在しているので、言葉として何か投げかけたりとか、愛の言葉だけじゃなくてね、この人これからどんな動き出すのって言ったら、動くんだけどモヤモヤしてるっていうのがあるから、モヤモヤしてるからこそ動くのかもしれないですね。はっきりさせてとかね、気持ち教えてとかっていう風に言ってくるのかもしれないし、なんか少しねモヤモヤするかなっていうのは出てきます。そのモヤモヤを解消させるために動くのか、動いてモヤモヤするのかのどっちかのパターンになるかなと思います。ではあなたに対してこれから性的魅力より開花していくためのアドバイスをもらっていきましょう。いやでもね、十分性的魅力あるよって出てきていて、お相手とも相性いいんじゃないかなって思うんですよね。こう見た目ね優しそうに見える、穏やかに見えるけど、性的なことではものすごくタフな方なんじゃないかなと思いました。ではあなたへのアドバイスです。はい、それぞれのカードから1枚ずつもらっていきます。モテる方ですね。はい、ではこちらのカードからも、なんかこうあなたがうたた寝していたりとか、お仕事サボっちゃったりとかっていうところも見ているんじゃないかなと思います。少し抜けているところとかね、そういうところもいいなっていう風に、ちょうどいい抜け感なんですよね。中身はねゆるっとしている、自分を愛するっていうカードが、今のねアドバイスとして出てきています。Love yourself、 自分自身を愛す自己愛ですね。自己愛を高めるためにはまずポジティブっていうのを取り込んでいく必要があります。ネガティブを手放してポジティブになっていく、そのために自己肯定感を高めるとかね、そういうことにもつながってくる。自分自身にイエスって言ってあげる、受け入れてあげるとか、自分自身に優しくしてあげる、体も心もリラックスしていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。もう少しやりたいようにやってもいいよっていう風にもアドバイスが入ってくると思いますし、割とあなたは制限なくね
やれてるんじゃないかなと思うんですよね。自分の思ったように動いているとか、休みたい時は休むし、頑張る時は頑張るしとか、興味のあることをやってるしとかね、そういう感じで入ってくるので、でもその社会的に責任を負う立場にいたりとか、誰かの面倒を見なきゃいけないとか、プレッシャーに感じることも中にはあるだろうって。だからそういう時こそ自分をゆっくりと休めてねっていう風にも入ってきます。ルノルマンカードは太陽です。大成功。どんなことが起こっても心配する必要はありません。これその実現化していくし、うまく流れていくんじゃないかなっていうのも入ってきます。そのままの明るくね、ポジティブで、もし今ネガティブに考えていることがあるんだったら、それを解消させることは必要なんですが、あなたらしさのままでいいんじゃないかなっていう感じで入ってきます。です。流れを変える、世界を変える、そしてキングオブソード、決めていきましょう。もう一枚がソードの8。なんかね、こう自分自身を縛り付けることないのかなと思ったんですけど、どこかで自分の中でプレッシャーに感じてることとか、あとその相手に対して働きかけることを恐れていたり、消極的になってしまう、時々不安になっちゃうって方もいるのかなと思いました。自分自身で自分を制限かけてるんですよね。例えばこれがあるから今恋愛に集中できないっていう方もいるだろうし、このお相手と関係性を育んでいきたいんだけど不安があるとか、自分は次ここに行かなきゃいけない、離れなきゃいけないから今このお相手の近くにいてあげられないとかね、なんかこう自分自身で制限を設けてるところがあるんですよね。あなたの魅力がすごくあるんだけど、それが完全に今出ていませんよっていうカードが入ってるんですね。でもそれはあなた自身がストップガードかけてるんじゃないのかなって。自分自身の問題じゃなくて周りの環境ってこともあるかもしれません。囚われているカードだから環境的に今自由が利かないのかもしれないですね。そうですね。気持ちだけじゃなくて環境が今制限かかってるような。でもそれだったらその成功に向けて今あなたがこの周りの剣をね抜いて自由に自分らしく動いていくことがベストですよっていうのが入ってくる。またそのタイミングもやってくるしね。物事が一つ終わるでしょうって、もうあなたにとって必要じゃないものは終わりを迎えていきますので、その終わりを受け入れていきましょう。あなたの中で何か決めることあるんじゃないんですかって。もうここで区切りをつけることとか、自分自身を解放させていくために何を決めてどう動いていくのかっていうのは賢いあなただからもうすでに見えているはずですって、もう届いているはずですっていう風に入ってきます。自分自身を愛してあげてください。制限をかけて今自分変えられないとかね、もう諦めそうって思っている方もいるかもしれないですね。でももったいないよって、成功だよっていう風に出てきてますから、ポジティブにね捉えてくださいねっていうのが入ってきていました。こちらもお受け取りください。ということで、そうですね、一回ねこう自分の健康状態を調べてみた方がいいかもしれません。調べるというかチェック、自分でねセルフチェックした方がいいかもしれませんね。どこか体の具合とか心の具合っていうのも確かめてみてください。そしてお選びいただいたこちらのオラクルカードからのメッセージです。こちらはつながりを表すカードですね。あなたの性的魅力とあなた自身がつながって一体化していくんですっていうことを表しているカードです。つまりは性的魅力に対して自分自身閉じ込めているところがあるかもしれませんね。私魅力ないからとか、私ねこう目立たないようにしてるんですとかね、あまりオープンにしないように恥ずかしいからとか思ってるかもしれないけど、逆に出していった方が、こうやってね輝いていった方がより一層性的魅力開花していって、あなたがその魅力とね一体化していけるよっていう風に入ってくるんですね。軽やかにいきましょうっていう風に。あとモチーフとして揺れるものを身につけた方がいいのかなと思いました。イヤリングとかピアスでも少しこう揺れるものだったりとか、携帯の
キーホルダーだったりとかね、家の鍵のキーホルダーとかでもこうちょっと揺れたりするものを身につけると、近くに置くとねいいのかなとも思いますね。あと太陽が出てるので、そろそろね明るい光浴びませんかっていうのが入ってくるんですよね。暗闇から抜けて明るいところを目指していきませんかっていうのがあります。実際に日光浴するっていうのもいいでしょうし、あと部屋の換気するとかね、そういうのもいいと思います。今リフレッシュが必要な時なのかもしれません。自分のために時間を使いましょうっていうことで、自分自身にも優しい言葉をかけてあげてください。今回は夜のちぎりシリーズ、恋愛対象の方々が感じるあなたの性的魅力についてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。いかがだったでしょうか。夜のちぎりシリーズ、恋愛対象の方々が惹かれるあなたの性的魅力について見ていきました。外見からにじみ出るセクシーな部分や内側から溢れ出る魅力についてもお伝えしていきました。具体的にね、今その性的魅力を感じている人どれぐらいいるのかなっていうところも見ていきました。ということで今回はこちらのロロビビさんのノルマンカードからラッキーカラーとラッキーナンバーをもらっていこうと思います。これはどんな意味合いで捉えていただいても構いません。運気アップとして捉えていただいてもいいですし、今好きな人がいるからこの方と実現化させていくためにっていうことで捉えていただいてもいいです。こちらのカードからね、ラッキーカラーとメッセージとラッキーナンバーもらっていきます。こちら3枚出しました。選択肢と別々に考えてください。今この中でお好きなもの1枚お選びください。ではお選びいただいたでしょうか。今回はこちら左から順に見ていきましょう。左をお選びいただいた方、花束のカードです。メッセージはあなたに差し出されるキラキラしたもの、嬉しくて楽しくて素敵なものが今あなたの元に届けられますっていう花束のカードですね。素晴らしい。ラッキーナンバーは12番です。そしてここ9っていうのがあるので、9ですね。がラッキーワードとして入ってくるでしょう。そして B もいいですね。イニシャルとしては B と9が入ってきます。数字もね、12番と9番と入っています。2つ取っていってください。花柄モチーフにしていくといいでしょう。取り入れてみてください。お花飾ったりするのもいいと思います。こうね、キラキラするものもいいでしょう。こうギフトを受け取るよっていうのが入ってくるので、あなたのところに今プレゼント届くかもしれませんね。ラッキーメッセージとしてお受け取りください。では次、真ん中をお選びいただいた方見ていきましょう。すいません、これラッキーカラーね、花柄の他にブルーです。ブルー、濃いブルーがラッキーカラー。真ん中の人はこちらです。道のカードです。ラッキーナンバーは12番、そして22番です。そしてイニシャルは Q と P です。道、メッセージはどの道を行こう、あっちだよ、自分の声がする方へ、あなたが望みたい道を選んで進んでいきましょうっていうことと、あとこれ実際に道の絵柄が入ってるので、道路だったり、あと公園に行くまでの道とかね、またその敷地内の道とかってね、廊下とかね、そういうのもワードとしていいでしょう。ラッキーカラーは薄いピンクです。こちらも取り入れてください。では次、右をお選びいただいた方、淑女のカードです。ラッキーナンバーは29番と1番です。そしてイニシャルとしては A と L です。これはあなた自身を表しているカードです。あなた自身。ここね、またはあなたが心を知りたい女の人ってあるんですけど、でもこの場合は
あなた自身として捉えてください。自分自身の心を聞いてください。どんな声をしてますか、何を望んでいますかって、今何したいですかっていうところで、ラッキーカラーは真ん中の方と少し似てるんですけど、こちらの方が濃いピンク、こちらの方は薄いピンクなので、ここね区別してください。なるべく濃いめのピンクがいいと思います。あと猫がいますので、猫のモチーフもいいと思いますしね。はい。そしてあと女の人っていうのもワードで入ってくる。自分自身以外にも女の人、お友達とかね、女性の方がラッキーパーソンとして入ってくるかもしれません。女友達と遊びに行く、お食事に行くとかっていうのもいいかもしれませんね。今このそうですね、キーパーソンとしては女性の人っていうのもいいでしょう。もしくは自分自身です。はい、ということで今回この3つに分けて、ラッキーナンバーとかラッキーカラーをもらっていきました。メッセージもぜひお受け取りください。はい、では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。